ブルスウルトラ、どうも、小三治です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は轟トヤの死について考えていきます。ジャンプ本誌のネタバレも含みますので、ネタバレにはご注意ください。本日の時間割はこちら。エンデバーの過去と勘違いについて考えていきます。では、早速いきましょう。1時間目、セコト岳。セコト岳は、スターウォーズのゾナマ・セコートから来た名前で、銀河系で最も速い宇宙船の産地とされています。この山はエンデバーが昔トレーニングに使っていた場所だとされていました。この話はエンデバーが学生の頃まで遡ると考えています。スピンオフの遊泳白書の話から、エンデバーは遊泳高校でも猛特訓していたことが分かっているため、学校で個性を練習し、このセコト岳で基礎トレーニングをしていたんじゃないかと考えています。そのエンデバーの両親の描写がなぜか一度もありません。しかし彼は静岡県あたり出身なので、生まれも育ちも現在もエンデバーはこの静岡県あたりとなっています。今までの描写からなぜかエンデバーはこの静岡県の大豪邸から離れるという選択肢がないようで、ここには何かしらの伏線があると考えています。個人的にはエンデバーが強さを求めた理由が隠されていると考えています。2時間目、トヤの死。先ほどのセコト岳の轟トヤが亡くなった火災について考えていきます。この火災は不可解なポイントが多いと言わざるを得ません。まずこれは事故ではありません。科学的に空気の乾燥などの条件が揃っていても、炎の温度は1000度をようやく超える程度とされている上、数十分で終わるとされていました。この2000度はどっから来たのかというと、骨がほとんどない状況を見た誰かの見解だと思います。つまり自然現象の山火事で2000度は超えない。ここで考えうるのは、1、トヤの個性による2000度超えの炎、もしくは2、仕組まれた山火事ということになります。1はトヤが自分の個性で本当に燃えて死んで消えてしまった不幸な事故というパターンとなります。2は2000度の炎が嘘、どこかしらがフェイク、トヤの死を生み出したもの。現在トヤの肉体を持つダビがいることを考えても2の方が強いです。それは全てが嘘、計画されたものなのか、強引にトヤの死を作り出したのか、ここはよく分かりません。またエンデバーの回想には2000度を超えていたらしくとあるため、エンデバーは後々話を聞いた火災現場にはいなかったと言えます。そうなってくると、なおさらエンデバーのトヤは俺が殺したも同然だの意味が見えなくなってしまいます。以前の動画でこの1ページ目のトヤの様子はエンデバーが最後に見た姿だと予想していました。ここを考えると、エンデバーがトヤを一人で山に行かせてしまったから、トヤは事故で死んでしまった、だからトヤは俺が殺したも同然だという可能性が見えます。3時間目、間違い。最近僕が気づいた可能性、エンデバーは子供であるトヤ、冬美、夏男に対して一度も失敗作だと呼んでいないんじゃないかという可能性があります。この失敗作という言葉は夏男から出た言葉でした。つまり夏男の言葉ということはトヤの言葉となります。存在意義を見失い、泣いていたトヤが悩んでいた理由が失敗作、力がないからという可能性が見えます。しかしこの根拠、エンデバーが子供に失敗作と呼んでいないんじゃないかという説になりうるのは、エンデバーのお前たちを疎んでいたわけではないというセリフ。一方でエンデバーはショートに対して、兄さんらあれらはお前とは違う世界の人間だとしていました。だからショートは完成品で、それ以外は失敗作という解釈が一般的です。しかし僕はこのエンデバーの認識が失敗作ではなく、普通の人間、ヒーローではない一般市民という意味で使っている可能性があります。つまりショートの個性が発現した頃、エンデバーの中ではトヤは普通の人間以下という認識だったことがわかります。しかしエンデバーはトヤが生きていると信じて探したんだとしていました。やはり何かが足りない。なぜエンデバーはトヤを探したのか。しかしその家族への憧れは潜在的なもので、強さを求めて家族を作ってしまい、その過程で家族への憧れを心のどこかで確認していたが、やはりナンバー2ヒーローだったことが父親になれない要因だった。ナンバー1ヒーローのオールマイトよりも事件解決数が多いエンデバーは普通の父親にはなれません。エンデバーが動けば一人の命を救えるかもしれない仕事、子供の子育てをほったらかしにせざるを得ない。しかし本編でエンデバーはわざわざ家に帰っている描写が多く、事務所に泊まればいいのにわざわざ静岡県あたりの家に帰宅しています。夏男の料理の味が濃いという話からも、エンデバーは自宅で食事をとっている時があった可能性もあります。正直トヤやショートの面倒を見ている時間があることもかなり疑問です。ナンバー2ヒーローエンデバー、相当自分を追い込み時間をやりくりしていたんでしょう。さらに家に帰ってご飯を食べるための時間も作ろうとしていた可能性。ナンバー2ヒーローとしてナンバー1を諦めきれないから事件をひたすら解
解決する、努力する。一方で最強のヒーローの子供を育てたかった。さらに家庭も維持したかった。でも強さのために努力して頑張ってきた人生だから、忙しいエンデバーはトヤの炎やショートの半霊半音に対する愛情が偏ってしまわざるを得なかった。だから夏男に時間を割けなかった。そしてトヤが亡くなり、強さへの執着に拍車がかかってしまった。だからショートの虐待訓練とナンバー2の仕事以外が見えなくなってしまった。なぜエンデバーが家族への憧れがあったのか。それは冒頭に述べたエンデバーが静岡県あたりの大豪邸から離れようとしない理由、ここにあると考えています。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。真相がバイバイ。